Okay, let's do this. Sure, let's go. Quit screwing around and start. 3、2、1、9。尖っていこうぜ。それでは、いきますよ。今回は、日本から届いた、天然砥石の研ぎ比べをしてみるぜよ。ほうほう、ついに届いたんだな。使い勝手や、研いだ感じはどうだったんだ？全部で4つあるので、これから1つずつ説明していくぜよ。どの石も、めっちゃ綺麗すぎるので、びっくりしまくりぜよ。それは動画が楽しみじゃないか。早速本編を見せてくれよ。はい、では、いきますよ。それでは、いきます。まずは、京都大津浅木色の砥石なんぜよ。この砥石は、おまけでいただいたものだけど、とても研ぎやすくて初心者にもおすすめです。硬さは、普通で、ナクラなしでも全然研ぎ始めれました。ナグラ、ってなんだよ？顔の黒いあの人か。何言ってますの？ナグラ砥石は硬い天然砥石の、目を立てて研ぎやすくしたり、硬くて、閉じるので憎い天然砥石から砥汁を、早く出して研ぎやすくする。他にも、いろいろな役目があるけれど、とりあえず天然砥石に対しては、そんな感じで使うといいと、思うぜよ。なるほど、なるほど。それがナグラ砥石って呼ぶんだな。じゃあ、ちょっと研いでる様子でも、静かに見ておくか。せやなー。大津区で研ぎ終わりました。地金と刃金の仕上がり具合は、こんな感じぜよ。ほうほう、なかなかいい感じじゃないか。お主、知らぬ間に腕を上げたな。一つ気になるんだが、刃先に少し汚れているところが、あるんじゃないか？それはやなぁ。保管してた時に錆が出て、取り切れてないところですわ。そうなのか、錆が出るとは寂しかった。はい、ありがとうございます。以上、大津区、浅木さんの紹介でした。まあまあいいんじゃないか。あとは、ウプ主の研ぎテクニックが、もっと欲しいところだな。よし、じゃあ次。2個目は、福井県、若狭砥石です。分類的に見た目では、若狭浅木になっていますが、実際には、若狭砂しす板になります。砥石屋さんの情報では、なぜか浅木で仕入れた原石の中に混じっていた、とのことで、希少な砥石らしいです。嘘 !SSR？ マジで？残念ながら形が悪いのと、長さが足りないため、低めの価格で買うことができました。もしこれが、20センチ以上で、綺麗な四角形だったら、8万円以上するかもしれないね。知らんけど、そんなにするのかよ。ちなみにこのサイズは、いくらで買ったんだよ。この石の価格は、消費税込みで約3万円でした。三諭吉？マジかよ。4分の1スケールの、フィギュアと同じぐらいの値段じゃないか。人の価値観は、それぞれだと思うけど、私はお値段以上、ニコリでした。はぁ。よっしゃー、研ぎまくってやんよ。
まだだ、まだ終わらんよ。燃えろ私の包丁魂。消えろ、細かいスクラッチ。研ぎ澄ませ、最高の切れ味を求めて。ちょっとあんたら、うるさいから静かにしといて。はい、ありがとうございます。以上、福井、若狭、砂しすいたでした。やっぱりウプ主の研ぎテクニックが、もっと欲しいじゃないか。ごめん、もう一回、何？よし、じゃあ次。この砥石は、初心者でも研ぎやすく、研ぎ汁もすぐに出てくれます。硬さも普通で、ナグラなしでも研ぎ始めれます。ステンレス系、鋼系、どちらにも相性がいい印象でした。以上、ヤギの島合わせど、アサギさんの研ぎでした。これもなかなかいいんじゃないか。鋼と地金の仕上がりが、私好みなんだよな。はい、ありがとうございます。では続いて。定番の石を、紹介します。これ、王道じゃないですか。いいですよ。かっこいいところを見せてください。ほう、超過。しかしこんな硬い石を、ウプ主が使いこなせるのかよ。ちょっと先に言っとくね。めちゃくちゃ滑ってます。そうかそうか。しかし使いこなすには、使って試すのが一番じゃないか。じゃあ次。はい。じゃあ言いますよ。ぴょん。ほうほう。
これは定番の砥石じゃないか。こんな固めの砥石を、使いこなせるようになったら、相当いい刃がつくんだろうな。この動画の後で、いろいろ試してみて、かなり研げるようになったと思うぜよ。ただこの動画では、やっぱり、下手っぴです。最初にナグラ砥石か、ダイヤ砥石で砥汁をいっぱい出してあげると、いい仕上がりになりました。なるほど。これはちょっと要勉強していきたいと思います。私が聞いた研ぎテクニックの、とっておきの秘密を教えちゃうね。パワーだよ。まあ、冗談はさておき、硬い砥石の場合は、君がいなかったら僕は生きていけない的な感じで。砥汁をいっぱい出してから、優しく研いであげると、いいんじゃないか。まあね。これはね、わかる。ところでそろそろ、静かに見ておこうか。そうだな。ウプ主もかなり疲れてきているし、ここは一つ静かに見守ろうじゃないか。くっそー。えらく煽られてる気がするぜ。見て中山、水あさぎで研ぎ終わりました。鋼は、少ししっとりした表面で、地金の曇り具合もいいと思わんかね。ほうほう、前回の研ぎ動画より、かなり仕上がりが良くなってるじゃないか。少しは中山水あさぎを、使いこなせるようになったようだな。いい気持ち、ありがとう。今回の動画は、いかがでしたか？なかなかいい仕上がりだったと、思うけどね。しかしまあ、まだまだ良くない部分もあるんじゃないか？最高の切れ味を求めて、もっと高みを目指そうじゃ、ありませんか？そがなんよ。皆さんが驚くような仕上がりと切れ味目指して、今後とも頑張ります。それでは最後まで、ご視聴ありがとうございました。See you next video. だから今は、無骨な宣伝たまに利用しよっかな。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。ついでに教えといてあげるけど。チャンネル登録、コメント、評価。どうかお願いします。